こんにちは、一人介護のりょうさんです。本日は看護・介護サービス先を決める見落としがちな意外なポイントについてお送りします。将来または今からご自宅で介護を始める方や現在お家で介護サービスを受けていらっしゃる方ももしかして意識してないことかもしれませんので、よろしければ最後までご視聴ください。次の順でお送りします。1、おうち介護における連休中の介護サービス事情。2、看護・介護サービス先を決める見落としがちな意外なポイント。それでは早速スタート。1、おうち介護における連休中の介護サービス事業。我が家は今回の連休では訪問入浴、訪問看護、ヘルパーさん、一部を除く訪問リハビリはいつも通りのサービスを受けることができ、おかげさまで無事に何事もなくゴールデンウィークを過ごせました。リハビリについてですが、父が現在利用させていただいている訪問リハビリの事業所は2カ所です。一つのリハビリは祝日や連休はお休みの事業所、もう一方のリハビリは祝日や連休でも通常通り来てくださる事業所でした。ですので連休中は片方のリハビリはお休みとなりました。こちらが我が家の連休中の介護サービス事情です。2、看護・介護サービス先を決める意外なポイント。初めて在宅介護をスタートさせるときに、このような連休時のサービス提供の有無の確認も忘れずすることです。祝日や連休、年末年始はお休みの事業所もあれば、通常通り訪問していただけるところもあります。看護も介護もどのサービスも利用する事業所によってお休みに違いがあります。というか、契約の時に説明にあると思うよって言われちゃうかもしれませんし、規約に書いてあるとは思いますが、いざ契約するときは初めてお会いする関係者さんに緊張したり、いろいろな書類にサインしたりで、そこまで気が回らないかもしれません。私の場合ですが、先に利用していた訪問リハビリが祝日やお盆ゴールデンウィークも通常通り来ていただいていたので、介護サービスはゴールデンウィークもお盆も来ていただけるものと勝手に認識してしまい、実は事業所によって違うと分かり驚きました。介護が必要な家族が割と元気であったり、体が動く状態であればあまり気にならないかもしれません。父のように体の固まり具合、拘縮や重症度の度合いによっては週に数えるほどしかない貴重なリハビリがお休みになるとちょっと残念。いや、ちょっとじゃなくてかなり残念な気持ちになります。リハビリは寝たきりの父が唯一体を動かせる絶好の機会だからです。ですので最初にケアマネさんや病院関係者さんと事業所を選択するときに、選択が可能であればその点も考慮して選ばれると良いと思います。とはいえ、いつもよくしていただいている理学療法士さんにもご家庭がありますので、世間が連休の時ぐらいはお休みしてゆっくりしてほしいなという気持ちもあります。これは大きなお世話。改めて毎日いろんな介護サービスを受けることができ、本当にありがたくて素晴らしい日本の仕組みだと思います。自分や家族の力だけでは自宅で病気や障害がある家族と過ごすのは難しいですもんね。それを踏まえた上で贅沢な悩みというか正直なところをお伝えします。いろいろな人が来てくださり助かる反面、大なり小なり気を使ったり気を張ったりして人が出入りする日中は落ち着かなかったり、心も体も休まらないのではないでしょうか。少なくとも私はそうです。これまた繊細さんだからかもしれませんが、皆さんはいかがですか？先ほどお伝えしたようにリハビリ等がお休みになるのは残念ですが、私はここぞとばかりに時間を有効活用します。普段できないことをして楽しんじゃいます。例えば訪問してくださる皆様の環境汚染とならないよう普段控えているニンニクを思いっきり食べたり、家中臭くなる焼肉をしたり、パジャマでお昼まで過ごしたり。私は仕事を辞めて介護に専念し、最近ようやく心にゆとりが持てるようになりました。ですので今年のゴールデンウィークは
今までと全く違った気持ちで過ごせました。去年までの私は本当にひねくれていて、すさんでましたね。ぶっちゃけですが、ゴールデンウィークの間はニュースで観光地のにぎわいを見るのが嫌で、テレビをつけなかったり、連休終わりにニュースを見て、高速道路の U ターンラッシュや空港の帰国ラッシュで混んでいるのを見て、ふふふふふふなんて思っていました。どんだけ嫌なやつ。人間、ゆとりって本当に大事ですね。余裕がないと出来事をネガティブに受け取ってしまうので、これからも心にゆとりのある毎日が送れたらと思います。ということで、皆さんは思わぬ時間ができたら何をして過ごされますか？コメントにてシェアしていただけると嬉しいです。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall for the last time. Picture perfect.